皆さんこんにちは。葵のジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルは日本語学習している方へ日本語で日本の文化やありのままの日常の様子をお届けする場所です。今回は日本の電車やバスの中でやってはいけないことについて話していこうと思います。今回は特にやったら失礼になること、別に違法とかではないんだけど、日本人が見たら心の中ではちょっとなぁと思ってても、直接言うほどでもないくらいのことについて話そうと思います。日本文化は結構独特なので、知らずに失礼なことをして人から距離を取られるのは悲しいですよね。なので皆さんにも日本文化を知ってもらって日本を楽しんでほしいです。まず一つ目、電車やバスの中での座り方についてです。なんで今回このトピックについて話そうかと思ったかというと、私のアメリカ人の友達が大阪に遊びに行った時に電車の中で誰も自分の隣に座ってくれなかったって悲しそうに話してたんですね。せっかく日本で楽しい時間を過ごそうとしていても嫌な気分になったらいい思い出が残せなくなってしまいますよね。皆さんには日本に来たからにはいい思い出を作ってほしいです。なので今回このお題で電車での振る舞いについて日本人の一般的な考えをシェアしていこうと思いました。で、さっきの話なんですけど、私自身日本人なんで、なぜ彼の隣に誰も日本人が座らなかったか、かなり予想ができます。っていうのも、彼はもともと私の同僚で、いつも仕事場でどんな姿勢で座るのか見てたんですよね。結構ね、彼は座り方が大きいんですよ。足を組んだり、足を大きく広げたり。電車の中でもその座り方だったんじゃないかなと思います。日本人は他人に触れ合うのを嫌う人が多いです。それがもし家族とか友人でも体が触れるっていうのは日本人にとってはかなりハードルの高いことです。日本人は握手もハグもめったにしません。少しでも人と触れ合うと心がざわつくというか、慣れてないので心地悪く感じます。それも人の肘とか膝とかだけじゃなくて、人のものまで触れるのが嫌なんですね。だから自分のバッグにも気をつけないといけないです。少しでも電車やバスの席で隣にはみ出た座り方をしていると、隣には座りたがらない人が多いと思います。電車とかバスって一人一人のスペースが決められてるじゃないですか。そのスペースを守ってないとなんとなく隣には座りたくないと思われていると思います。私も地元に帰るときに空港から電車を使うんですけど、大きな荷物を持っていて、頑張って隣の人にぶつからないように小さくなろうとするんですけど、どうしても隣のスペースにはみ出してしまうときは、なかなか人が隣に座りたがらないです。もし大きい荷物を持っていないときでも、混んでいる電車の中では足を組んだり体を広げて座ることはしないようにしています。日本人は体が触れ合うのを嫌がる人が多いので、空いている電車では一個ずつ席を空けて座ったり、
空いている席があったらそっちに移動したりします。でもこれは個人的に嫌がられているというより、体同士が触れないような気遣いっていう感じがします。それから女性の皆さん、肌が露出している服を着ているときには、痴漢に気をつけてください。これも日本の文化の良くないとこなんですよ。痴漢が本当に多いです。電車内は混雑するのを利用して、わざと体に触ってくるとか、ミニスカの下から写真を撮られるとか、あとは駅の中のエスカレーターにも気をつけた方がいいです。下にいる人が写真を撮ることがあります。もし見つけたら、周りの人に助けを求めるか、駅員に報告するかしてください。捕まえられたら逮捕になるんですけど、痴漢は捕まえるのが難しいのも難点です。電車の中はカメラがないので、やったやってないが曖昧になりやすいというか、いくらでも言い逃れができるんですよね。なので一番は痴漢が寄ってこないような服装をするというのがいいと思います。それか全部の電車にあるわけではないんですけど、女性専用の車両を利用するのもいいと思います。それから電車やバスの中でのマナーといえば、大きな声で話すのもダメですね。小さい声で隣にいる友人と話すくらいなら全然いいと思うんですけど、結構周りの人に気を使います。電話で話すのも基本的にはやらない方がいいと思います。東京とかだと電話をしないようにとアナウンスが流れますよね。もしどうしても電話に出なきゃいけないときは、小声で話して短く切るくらいであれば大丈夫だと思います。家族とテレビ電話とかで長々と話していると、もしかするとやめてくださいって注意してくる日本人もいると思います。海外とかだと電話しながら電車に乗るとか結構あることなんで、それに比べると日本のマナーって結構厳しいですよね。私は子供の頃にマナーをまだ知らなくて、バスの中でお母さんに電話をしていたら、運転手さんにバスのアナウンスで注意されたことがあります。バスの中の全員に注意されたのを聞かれたから、すごく恥ずかしい思いをしたので、今でも覚えてます。それから電車やバスの中での食事について。これは結構人によって意見が分かれるかなと思います。私は長距離だったら食べてもいいことが多いなと思ってます。例えば新幹線とか長距離バスとか移動距離が長いやつは食事をしても基本的に大丈夫ってなることが多いと思います。それでもあまり匂いのきついものは周りの人に迷惑かけるし、汁物はブレーキ踏んだ時にこぼれる可能性があるので、避けた方がいいかなと思います。電車は混んでいる場合にはやめておいた方が無難かなと思います。混んでいない場合でも軽く食べられるパンとかおにぎりだったらそこまで失礼にならないと思いますけど、正直あまり普通電車内で食事する日本人は見かけたことないですね。私自身も電車内で食事はしたことないと思います。グリーン車だと食事する人もいるかなと思います。グリーン車っていうのは普通電車の中にあるんですけど、電車って何個も連なってくるじゃないですか。その中に特別な車両があって、
お金を追加で払っていい席が使えるところがあるんですね。グリーン車の中のイメージは、飛行機とか新幹線みたいに折りたたみの机がついています。人に圧迫されずにリラックスしながら移動したい人が利用するんですけど、グリーン車なら食事は大丈夫かなと思います。食事をした場合には、ゴミは持ち帰るのも日本のマナーです。ゴミの持ち帰りについては日本は結構厳しいですよね。子供の時によく大人から来た時よりも美しくっていうスローガンを叩き込まれています。日本の子供なら一度は言われたことのあるセリフです。自分が来る前からあったゴミでも持って帰ってその場をきれいにして帰るくらいの気持ちでいるべきだっていう意味ですね。なのでゴミを置いて帰るのはかなり失礼にあたります。それからリュックを背負っている場合には気をつけるポイントがあります。リュックとはバックパックのことですね。電車が空いているときは大丈夫なんですけど、混雑している電車に乗るときにはリュックは前に背負った方がいいです。日本の電車は結構混みます。混んでいるときに背中にリュックを背負っていると、電車から出たい人がいたときに知らずに通り道をブロックしてしまうことがあります。あと、人が電車から降りるときにリュックが引っかかって、後ろにバランスを崩しそうになって危ないので、自分のためにも前に持っておいた方がいいです。後ろに重心を持っていかれると、尻餅をつきそうになって結構危ないです。混んでいない電車だったら後ろにリュックを背負っていても問題ないです。それから電車の中でドアの近くにいる場合、電車が停車するときは一回外に出て乗り直した方がいいですね。これも混んでいなかったら大丈夫なんですけど、混んでいる時の話ですね。ドアの近くに立っていると、降りたい人の邪魔になってしまうので、自分も降りてもう一回乗る方がいいですね。日本に来たことがある人だったらわかると思うんですけど、電車に乗るためにプラットフォームで列になって待っている人たちがいるじゃないですか。人に譲るために降りた場合には、その列の一番前に立てば大丈夫です。待っている人たちは、この人は譲るために降りたから電車にまた乗りたいんだなってわかります。横入りしないでなんて言われないので大丈夫です。それから電車で困った時に人に聞く時に気をつけてほしいポイントもあります。このポッドキャストを聞いている人は日本語がかなり流暢な方が多いと思うんですけど、まだ日本語を話すのに自信がなくて英語で人に話しかける場合ですね。日本人は英語が苦手な方が多いので、ゆっくりと英語で話しかけるとコミュニケーションが取りやすいかなと思います。日本人は学校で英語の基礎は学んでいるんですけど、日常的に英語で会話することはほとんどありません。なので、英語で会話をするのが苦手です。ゆっくりとシンプルに話すのがいいと思います。英語がネイティブな方や、英語が堪能な方は、That would be nice とか、I would appreciate it とか少し回りくどい言い方をすることがあります。
それが英語での礼儀正しさなのかもしれないんですけど、英語が苦手な人からしたら、Yes の一言の方がわかりやすいんですよね。I'm good っていうのも No とはっきり言った方がいいです。どこに行きたいか言うときも I want to go to this station とシンプルに自分の意思表示をするのがいいかなと思います。英語でのコミュニケーションはゆっくりとシンプルにするのが英語ネイティブではない人とのコミュニケーションをするミソかなと思います。もし駅で迷った時には助けを求めて大丈夫です。日本人は助けを求められたらちゃんと助けないとって思う人が多いので、真摯になって助けてくれると思います。日本で生まれ育った私ですら、駅で迷って人に聞くことがあるぐらいなので、迷うことに関して恥ずかしく思わなくて全然大丈夫です。もし一般の人に話しかけづらいと思う人は、改札口の横に駅員がいる窓口やチケットオフィスもあるので、そこに行けば教えてくれます。駅員さんは結構対応に慣れてるというか、それが仕事なんですけど、困ったことがあればすぐに助けてくれます。最後にですね、これは当てはまる人は少ないんじゃないかなと思って最後にしたんですけど、電車の中で化粧をするのは失礼だって考えもあります。これは結構年配の人が気にすることっていう印象があります。たまに日本人が電車の中で化粧をしているのを見かけます。一般的な意見からするとこれはあまり良くないことです。でも私の意見からすると、匂いのあるものとか、パウダーみたいな粉っぽいものじゃなかったらいいんじゃないかなと思います。っていうか、そのくらい許容してほしいなって思います。っていうのも、日本ではすっぴんで会社に行くのが失礼だから、ある程度の化粧はして出社するのが常識なんですよね。人前に出るなら身なりを整えなきゃいけないって教わります。髪の毛ボサボサのままで化粧もせずに会社に行くのはタブーです。でもそれって女性だけだし、女性だけ出社前にメイクのために少し早く起きなきゃいけないわけじゃないですか。個人的には電車は揺れるので、メイクは家で済ませたいタイプなんですけど、もし休養ができて家でできないときは、電車でメイクをしても許容してほしいですよね。私は昔、テレビでこの話題を取り上げているのを見たんですね。なぜ電車の中でメイクをするのがマナー違反なのか、街頭インタビューしてたんです。この中であった意見で、目の前で化粧をされると、異性として見られていないのが伝わるからってあったんですよ。その時、はって思いましたね。誰が話したこともないおじさんを恋愛対象として見てるのか意味がわからないと思ったので、今でも覚えてます。女性は女性らしく振る舞わなきゃいけないって教わるのも少し日本文化の闇でもありますね。はい。日本の電車内で気をつけるポイントは何か参考になったでしょうか？何かリクエストや感想があれば、ぜひコメントで教えてください。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた。